日かと恐れていた。いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら。己つなぐ鎖断ち切り心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら。目指せ遥かな地平。さらば優しき日々をもう戻れない。もう帰れない。太陽の牙だぐら。いってらっしゃい、あなた。うん。お父様デロイヤから帰ってらしてから本当にお忙しそう。フォンシュタイン様、デロイヤ州代表の控室は左の突き当たりですが。いや、いいんだ。入りたまえ。失礼します。おお、君か。評議会を前にご挨拶に上がりました。ああ、デロイヤ州の代表として心して望んでくれたまえ。まあかけてくれ。わしはデロイヤの混乱を早く決着つけるために連邦評議会を招集し地球に戻ってきた。だがコホード・ミンガス・リーニャの3州が反メドールの結束を強化すべく慌ただしく動いている。君はデロイヤ州の代表だ。その辺のことを忘れずにいてくれたまえ。くれぐれもな。心得ております閣下。しかし対局は動かしがたいのでは。どこで何が起こるかわからんのが政治だよ、大佐。そこで君はミンガス州の代表と会ってくれ。ミンガ州代表と？君も知ってるはずだ。Rシルバだよ。ミンガス州が一番切り崩しやすいと睨んでいる。会う手はずはすでに整えてある。すぐホテルリッツァーまで行ってくれたまえ。あとは君の腕次第だ。おお、お待ちしていました。お久しぶりですな。お互いに忙しくなりましたからな。まあどうぞ。いや、あなたがミンガス州の代表になっていたとは驚きました。ここにお呼びしたのは、明日の連邦評議会のことでしょ。大佐、まさかあんたが反メドール派切り崩しの使者で来るとは思わなかったよ。さすがドナンカシム、我が州が反メドール一歩に踏み切れないことを見抜いているんだ。では単刀直入に本題に入るが。大佐、このままで満足かな。こう言ってはなんだが、あんたはデロイヤ州代表として来たわけだが、所詮ドランカシムの傀儡に過ぎんのではないのですかな。このままメドール派が連邦評議会を数で制したとしても、あんたが今後代表としていられる保証はない。ましてやドランカシムの片腕にラコックという切れ者もいることだしね。ズバリ言おう。私個人としてはデロイヤ独立にかけているんだ。独立に？君が承知してくれれば我が州も反メドールに固まる。そうなればデロイヤ独立を徹底支援できる。議会を数で制すというならメドール派実質マルドー州のみ。何も恐れることはないのだよ。ああ、マルドー州のホチキンズ君かね。ああ、ドナンカシムですよ。明日の会議はいつになく荒れそうでしてな。
コホード州がやけに騒ぎ立ててるようですよ。分かっている。私は会議を必要以上に混乱させたくない。その通りです。ここで主導権を反メドール派に握られると会議の混乱だけでは済まなくなります。デロイヤ独立化は活発になり泥沼となるばかりですからな。デロイヤはまあ明日の議事進行よろしく願いたい。心得ております。では。デロイヤ独立の暁には暫定でもない傀儡でもないあんたの政治ができるん。その通りだ。このままではラゴックという狐に寝首をかかれる。ならばここは一つ乗せられたふりをして利用させてもらうか。Rシルバさん、お力を貸していただきましょう。デロイヤ独立のために。おお、それでは。やけに張り切ってるじゃなかが。そりゃな、今度の作戦はそれなりの理由があるからな。なんだ言っとけ。ダウンタウンヒルズに建設中の連邦軍基地をぶったたくだけじゃなかがな。まあ作戦としちゃありきたりだけどね。だろ。だたれ。今まではな俺たちだけで作戦を遂行してきたけどよ、今回の作戦は別のグループとの共同作戦っつうわけよ。確かデロイヤ解放隊でしたね。だらっせ。それでロッキー張り切ってんのか。向こうのグループには負けたくねえしな。今までと作戦展開も違ってくるはずだ。気が進まんばい。他の奴らと行動するなんてよ。ダメなのかよ、俺たちだけでやっちゃ。これはね、ザルチェフ少佐の命令なんだよ。それにもう一つある。デロイヤ解放隊は破壊工作のエキスパートと聞いている。僕たちだけじゃ手に負えないんだ。ほら気ままにやりたか。息苦しゅうてたまらんばい。落ち合う場所はここのはずだがな。これだよ。だからおらすかんとよ、こういう手違いが起こるけん。ちっとばかし早かったかな。いや、そんなはずはない。ロッキー。あ、何？ようこそ太陽の牙の皆さん。脅かしあって。あ、うわーしゃ。待ってたぜ。おい、クローリー。デロイヤのシンボルダングラムか。大したやつだぜ。久しぶりだな。太陽の牙と共同作戦が取れるなんて我々にとって全くの名誉ですよ。そんなこと言われると照れちまうよな。みんな照れてるポーズだなっせ。さて、それじゃ早速打ち合わせでもするか。ああ、そう慌てるな。長い行軍で疲れてんだろう。飯でも食おうぜ。で、今回の作戦だがな。お、そうだ。みんなに紹介してこう。奴の名はデイビス。よろしく。奴はな、2ヶ月前まで連邦軍でパイロットをしてたんだ。何？それがどうしてゲリラに？戦いが長引くに従って同じ仲間であるデロイヤ人に銃を向けることが辛くて。冗談も休み休み言えんぱいる。冗談でこんなこと言えるか。ふざけんな。今言ったこと取り消せよ、ほら。嫌だ。この野郎。落ちこよりやっちまえ。ほら、畳んじまえよ。熱くなってきやったぜ。ほら何場所とかほらやめてこい。だしがなかねえ。やったばい。そんじゃ俺もお仲間に。ほら、どうしたよ。ほら、やめろ。どうしたんだチコ。これから共同作戦を取ろうというのに結果はご法度だぜ。この野郎、ダグラムからクリーンを下ろせって抜かしやがってよ。ゲリラのシンボルであるダグラムを地球人が操縦してんのが奴ら不満なんだよ。そうだ。なんで俺たちが地球人の後について戦わなきゃいけないんだ。冗談じゃないよ。デロイヤ人であるデイビスに操縦させればいいんだ。なんだてめえら目立ちたかとか。何を。じゃああんたは誰のために戦うんだ。地球人であるあんたがなぜ地球人と戦うんだ。あんたの価値はダグラムを操縦できるってことだけだろ。答えてもらおう。なぜ戦うんだ。
なぜ我々は戦うのか、今貴殿たちに問いたい。人類の歴史始まって以来、国家と国家の欲望にまみれた数々の戦いがあった。数知れぬ悲劇が繰り返され、人類の歴史は血にまみれた戦争の歴史であった。その愚かな戦いの反省から、長い年月の紆余曲折を経て国家は一つとなり地球連邦を作り上げた。これは偉大な先人の素晴らしい成果だ。今その成果に何人も不満をもたらすべきではない。地球の食料も資源も逼迫している中で、デロイヤを地球から独立させることは国と国の対決を再現させることだ。先人の成果に逆行してはならない。残念なことに一部のデロイヤのゲリラたちはそのことが分かっていない。ではなぜ戦うのか。人類と連邦が生き延びるためにそれを取り除くことが今の戦いなのである。権益のみを追求して独立を支持するような州がないことを信じたい。議長、素晴らしい。実に素晴らしい。これほどの正論は未だかつてありますまい。我がマルド州は全面的に支持いたしますぞ。なぜ立たん？なぜ反論しない？この辺りに鋼材が運び込まれている。東の方は軍隊の仮の施設だ。兵500にコンバットアーマー2機、他に砲兵その他が500。目標は中央のレーダー施設だ。兵とコンバットアーマーはこっちで何とかする。その間にあんたたちが得意な破壊工作を進めてくれ。いいな。ダグラムで下から支援する。いや、ここから突撃した方がいい。バカな。ここからでは丸見えだぜ、敵さんから。今まであんたたちだけでやってきた戦いならそうするとしてだ。敵も下から来ると思っている。その裏をかくのも作戦の一つだぜ。冗談を言うな。ダグラムにも弱点はあるんだぜ。デイビスに操縦させればダグラムの戦闘の幅も広がると思うがね。あんたらどうしてもクリンを下ろしたいのか。ダグラムを降りるだと？なぜですか、クリンさん。それが一番いいと思うんだ、今は。わかるもんですか、そんなの。みんなが僕がダグラムに乗ることにこだわるなら、そのこだわりをなくすことが先決だと思うんだ。だからといってデイビスなんかに操縦させることはないだろう。ロッキー、僕たち太陽の牙だけで戦ってる時は構わなかったけど、共同作戦の時はわだかまりがあってはいけないと思うんだ。ギクシャクした気分で今は戦い抜けないよ。待て。いや、それが組織戦だと思う。今までのゲリラ戦とは違うところなんだ。そうかもしれねえな、今。クリン。嫌ですよ、僕は。ハク。僕はあんな人のために整備してきたんじゃないんですからね。ハックル。おいらも嫌だよ。ダラッシュ。もう決めたんだ。クリンさん。もう決めたんだよ、降りることに。ダグラムもソルティックも基本的には同じだけど、ターボザックを装備しているためムール曲線が 0.38 大きく出てる。そのためリニアガンが連続速射できるわけなんだ。なるほど。ソルティックとは一味違うわけだな。そう、もちろん威力もな。デイビス、頑張るんだぜ。あ、任せてくれ。調子に乗りすぎですよ。たくな。カマキリが気取りやがってよ。嫌な性格だ。それでは審議も尽きたようですから閉会しましょう。まんまとドナンカシムにしてやられたよ。大佐、閣下に帰国の挨拶があるんでね。
綿だ。下手に敵を見せるよりは今まで通りにしていた方が。デイビス、聞こえるか？いいか、攻撃するのに手加減はいらねえんだぞ。いいな。はい。今までのダグラムとは違うところを奴らに見せつけてやりますよ。よし、打ち合わせ通り一斉攻撃だ。いいな。はい。行くぞみんな。突っ込めどうも調子が狂うなクリーン。どうして？こうしてお前と走るってことがよ。お互いにね。相模屋。おい見ろ。あの野郎どういう気なんだ。貴様。このダグラムの威力にかなうはずがない。ブロッケット2機。逃げる気だぜあのバカ。デイビス、何やってんだまったく。伏せろ。やめやがって。汚染だよ。どうするロッキー。ダメだ、俺たちも引き上げよう。みんな引き上げだ。ダグラムが先に逃げちまったらしょうがなかろうが、このうすらばか。なんとか言うてみ、バカタレ。もう一発やったろうが。もうよしなって。デイビスは慣れてなかったんだ。よくやったなデイビス。あれでかい笑わせんな。クリンが新米の頃だって逃げたりなんかしなかったぜ。逃げたわけではありません。ただ作戦遂行上やむを得ず。よく言うぜ。なにデイビス気にすることはね。完全に頑張ればいいんだ。ああ、そうだもよ。とにかく第二波は敵も警戒を強めているから作戦も難しいと思う。しかしダグラムさえ活躍すればなんとかなるはずだ。ダグラムがコンバットアーマー2機を相手にしているうちに、俺たちと解放隊 A グループが施設を破壊する。残りのグループはダグラム脱出のためのかく乱隊だ。これで作戦は決まったぜ。おうデイビス、今度はお前の一人部隊だぜ。クリン君、ダグラムはクリン君が操縦すべきです。デイビス、お前何を言い出すんだ。私にはできません。クリン君、お願いします。おいデイビス。デイビス。デイビス。デイビス、クリン君、敵はダグラムを見ると躍起になって集中攻撃をかけてきます。それはダグラムがデロイヤのシンボルだからです。ダグラムに乗るにはそれなりの覚悟と勇気が必要なんです。決して建前だけでは戦えません。クリン君には同じ地球人と戦うためそれなりの覚悟があるはずです。しかしでも僕はコンバットアーマーを降りたのも軍を脱走したのも怖かったからなんです。逃げ出してきたんですよ。最強のダグラムならと思ったんですが、やはりダメなんです。僕は臆病者です。デイビス、もういい。
お前の気持ちは分かった。俺が悪かったよ。お前の気持ちも考えないで勝手にことを進めちまったよ。クローニさん、すまなかった。クリン、こういうわけだ。許してくれ。作戦遂行のためにダグラムには君が乗ってくれ。なぜ戦う？人に言われて考え込むことなんかないんだ。僕の参戦は正しいんだ。ここまで来てダグラムを降りることは自分を裏切ることになる。ロッキー、今度ばっかしは世話になったな。いいってことよな。おいデビス、行こうか。今度こそ自分が戦闘員に向いてないことをつくづく分かりました。笑ってください。誰も笑えませんよ。自分の弱さをさらけ出す勇気は素晴らしいですよ。ハックルさん。そうよ、周りに流される連中の多い中でね。ああ、戦闘は何も戦場だけとは限らねえんだしな。だなせ。ありがとうチコさん。私にできることでこれからも戦っていきます。それではクリン君、皆さん頑張ってください。気をつけてよ。考えてみりゃ俺たちはダグラムに乗ってるクリン一人におんぶしてたってわけだな。知らないうちにね。違うよ、それは自分で望んだことなんだ。これでいいのさロッキー、これからも。作戦遂行のためには目の前の味方を見殺しにするのも組織戦の鉄則か。偉大化する戦争が戦士の心を押しつぶす。戦争とは何だ。荘園の彼方に理想がかすみ、俺たちの戦いが見えなくなってきた。次回、戦う者の掟 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション